はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回なんですけど、またデュオリンゴさんから案件をいただきました。デュオリンゴさんは言語を楽しくかつ効率よく学べるアプリというふうに歌ってるんですけど、本当にねデュオリンゴで効率的に学べるのかを身をもって徹底検証していこうと思います。具体的に何をするかというと、今回は中国語の検定 HSK の1級に1日で挑戦していきます。1級って言っても HSK の中では一番簡単な級でもあるんですけど、どうやらね、受験者の学習目安が毎週 2,3 時間で半年勉強して、で最上用単語を150程度扱えると、そういう学習内容になってるので、だから毎週 2,3 時間で半年だとだいたい60時間ぐらいですかね。60時間勉強しなきゃいけないから、普通ならね1日で合格は無理だと思います。ただね、日本人は漢字には馴染みがありますし、あと過去にデュオリンゴの力を借りて、韓国語検定1級を2日で合格レベルにまで持ってったっていう実績もあるので、今回も同じようにデュオリンゴの力を借りて頑張っていこうと思います。ということで早速デュオリンゴで勉強開始。ゲームのようにクイズに答えていくだけで簡単に勉強ができるので、僕みたいな初心者にはぴったりです。中国語は漢字のみで構成されているので、日本人にとっては非常に馴染みがあります。ただ例えば日本は中国語でリーベンって読むなど読み方が日本語と違っていたり、走るっていう字は中国語では歩くっていう意味になるなど、先入観をする必要があります。しかも中国語には成長って言って読み方が同じでも4種類のアクセントがあるんです。例えば同じにでもにならあなた、になら泥という意味になったりするので、音とセットで勉強することが必須なんですよね。でもデュオリンゴなら文字をタップすればな音声が流れるので学習しやすいです。您わなにたなな。移動時間もしっかり勉強していきます。実は中国語の文法って基本的に SVO の語順になるなど、かなり英語の文法に似てるんです。例えば我喜欢吃鱼っていう文章だったら我を愛に、喜欢を like に、吃を eating に、鱼を fish に置き換えれば I like eating fish となります。このように中国語の文章を英語に置き換えながら考えると理解しやすいなと感じました。それにしてもデュオリンゴはスマホゲームで遊ぶ感覚で勉強できちゃうのでいいですよね。もちろんずっと無料でプレイできますし、勉強は毎日少しずつでいいから、とにかく触れることが上達への近道なのでおすすめです。はい、ということで1日勉強したので、今から HSK1 級に挑戦していこうと思います。1日勉強してみてどうでしたでしょうか？まあね、結構勉強しやすかったね。なんか漢文の勉強してる気分になって、結構なんか懐かしい気持ちになった。高校の時漢文は結構得意？いや、漢文はね、どうだろう、なんか得意か不得意か判別できる前に受験終わっちゃった感じがあるいや、そうなんかね、漢検準1級持ってたから、その漢字に関しては結構馴染みがあって、その名残でなんか漢文押し切れたみたいな。あんま勉強しなくてもなんか受験乗り切れたなっていう感触だったからね。なるほど。じゃあ早速挑戦してもらいましょよし、頑張ります。あざっす。 HSK1 級、今回は、読解だけねやっていこうと思います。で17分か。17分って微妙な制限時間だ。用意始め。よし、いや結構いけた気するよこれ。お、いやなんかね、単語でちょっと曖昧なところ多少あったけど、なんかね一通り結構分かった。これはね、いや分かってるような気がする。お、とりあえず採点お願いします。はい、採点します。採点が終わりました。お、いや緊張すんな。でも結構正直手応えはいい。では早速、はい、発表させていただきます。お願いします。
満点。おまさかの100点、あ、そういうこと100点満点中ってことかなと思って100点満点ってきて、お、100、あ、違う、100点満点中何点って思ったら100点ってことね。お、すごっ。いやでも確かに100点だでもおかしくないなって正直思った。いや、意外といけたね。うん、1日で1級満点取りました。イエーイまあ特会だけだけど、でもそれでもね、やっぱデュオリンゴでこう勉強した内容っていうのがすごくこれ僕やつやって思いながら解いてたからかなりね勉強になりましたね。あれこれもしかして、もう一日勉強すれば2級とかいけちゃうんじゃない？2級、いやでも、いやわかんない、いけるかもね。なんかちょっと問題見てみようかな。問題なんかあるかな。なんかパッと見た感じはちょっとまあ単語がもうちょい必要かもしれない。でもそうだね、確かに1日勉強すればいけんのかな。単語を覚えればいけるかもしれないけど、ちょっと分かんないね正直今は。まあ分からないと思いますが、はい、やってみましょう。やりますか。おはようございます。なぜかね2日目に突入してしまったんですけど、中国語のね勉強が結構楽しくなってきたので、デュオリンゴを使って頑張っていきたいと思います。せっかくなので中華料理屋に食べに来たんですけど、メニュー表を見てたら、例えばこれですね、ダン、これ卵って意味なんですけど、ちょくちょく勉強した単語あるんですよ。生活の中で読める単語があると、勉強の成果を感じていいですよね。最後の追い上げ頑張ります。ということで2日目、HSK の2級に挑戦していこうと思います。いやー、ちょっと単語頑張って詰め込んだんで頑張りたいと思います。では2級の問題を出します。おい、いや、いけるかな。ちょっと1級の時と比べてはだいぶ不安だけどね。やっぱ単語難しくない？単語はでもある程度分かるのもあるし、でも分かんない単語はかなり増えたかもしれない。だから覚えるのもね結構大変だったなという印象です。25代で22分で5分飛びました。ちょっとずつよし、じゃあいきます。よーいスタート。いやー、どうだろうな。いや分からん。でもなんかね、ちょっと単語をちゃんと覚えきれてないものも結構あったけど、分かる単語から類推してこうかなって考えていくのは、なんかパズル解いてるみたいでね、かなり楽しかった。ボートレみたいな。そうとりあえず採点お願いします。はい、いや、どう出るかな。なんかこうかなっていうので結構選んだんだけど。では採点していきます。はい、では採点が終わりました。お、はい、早速発表させていただきます。はい、お願いします。いや、どうだろうな。今回のはい2級60点お以上で合格なんですけどペイントねなんか60、それでもおかしくないなってちょっと思ったからなるほど、60合格点が60点以上ね。オッケーオッケー、そうだよね。ちょっとドキッとした。でも60点合格だからね。60点って言われたら嬉しいもんね。そうね。でももうなんかもうちょい頑張りたかったなって気持ちはちょっとあったからで、実際に点数のところなんですが、はい、88点です。おお、いいじゃん。めちゃめちゃ全然めちゃめちゃいいじゃん。何そのさっきのフェイント。88点だから3問ミスか。25もあったから、はい、でもいいんじゃない。結構検討したね。2日で2級のね、一番下から2番目だからね。2日で
単語300単語詰め込んだからね。ということで、今回なんだかんだね2日間かけて HSK2 級に挑戦したわけなんですけど、無事デュオリンゴの力を借りて2日間合格することができました。デュオリンゴでは中国語だけではなく英語、韓国語、フランス語などいろんな言語をゲーム感覚で効率よく学ぶことができるので、気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。